皆さんこんにちは。今回は F15 戦闘機の見学をしていきたいと思います。相方、よろしくお願いします。よろしくな。F15 はアメリカのマクドネル・ダグラス社、現在のボーイング社の開発した制空戦闘機で、正式機の寿命は1972年、愛称はイーグルだ。この F15J は三菱重工業が中心となり、航空自衛隊向けにライセンス生産した日本の主力戦闘機だ。1977年12月に正式採用され、短座型の F15J165 機と複座型 F15DJ48 機の計213機が製造された。しっかり名前入れさせてもらってます。俺の908号機にも入れてくれよ。今度入れとくね。いろんな突起物があるから近づくときは気をつけてな。ちなみにこれはピトー管といって速度や高度を知るための空気を取り入れるところだ。上空はすごく寒いから凍ってしまわないようにヒーターがついている。もし地上でヒーターが入っていると大やけどするから触る前にちょんちょんとな。上空はそんなに寒いの？高度1万メートルでマイナス50度くらいだ。こないだ脱出した時も寒かった？いろんな意味でな。これは AOA センサーといって機体の向かい角を知るためのものだ。向かい角？飛行機は速度が落ちるほど上を向いて飛ぶ。速度が落ちすぎると飛んでいられなくなる。特に速度を落とす着陸時には失速しないように向かい角に気をつけながら飛ぶんだ。なるほど。ここもピトー管と同じく熱いかもしれないから気をつけてな。了解。次はノーズランディングギアだ。前輪でしょ？そうとも言う。F15 は艦載機ではないので、それほど丈夫である必要はなく、ほっそりしているな。艦載機って？艦載機は空母で運用する機体のことだ。昔は F4 や F14 などがあり、今では F18 や F36 が代表だな。だから F4 は足が太いのか。そうだな。前脚にはランディングライトとタクシーライトがついている。こちらがメインランディングギア、支脚だ。機内に無駄なく収めるために、支脚は90度回転して格納されるんだ。すごい機構だね。これは全温度センサー。何してるんだって。さすがの相方も忘れるときあるんだね。次。ご存知、20ミリ機関砲だ。バルカン砲とも呼び、ギリシャ神話の日の神、バルカンから来ているそうだ。右の翼端灯と RWR アンテナだ。RWR アンテナはレーダーを感知して相手からのロックオンやミサイルの接近を知らせてくれるセンサーだ。これはフラップで左右同時に作動して離着陸時の揚力を増大させるものだ。外側はエルロンだ。エルロンは左右交互に動くことで機体をロールさせる。スタビレーターだ。ピッチとロールのコントロールを司っている。スタビライザーとエレベーターが一緒になってスタビレーターという。バーチカルスタビライザーとラダーだ。ラダーは方向のコントロールに使用される。また、ロールと連動して動くことで機体を自動的に安定させる。これらの動力が複合的に動くことで、高機動の飛行を可能にしているんだ。やっぱりすごい戦闘機なんだね。これを手足のように操縦できるパイロットもすごいんだぞ。頑張ります。こちらはエンジンノズル。上空では排気速度を上げるために出口は細くなっているが、アフターバーナー時は音速の関係でノズルがオープンする。近くで見ると結構複雑な部品が組み合わさっているぞ。あれスティングフックだ。F15 は艦載機ではないので緊急着陸用だな。まっすぐに伸びた2つの大きなバーチカルスタビライザーも F15 の特徴だ。結構高いね。これはバーチカルスタビの RWR アンテナとアンチコリジョンライトだ。RWR アンテナは先ほど説明した通りで、こちらは後方を警戒する。後ろはよろしくね。左も同じく RWR アンテナと白のポジションライトがつく。側面には部隊を示すタイマークが表示される。これは204飛行隊でロービジとなっている。各部隊、思考を凝らせたかっこいいマークになっているんだ。たくさんあるんだね。前方に移行。エアーインテークだ。インテークの入り口は可変ランプとなっており、向かい角や速度に応じて角度が変化し、最適な空気量をエンジンに導入する。それでいつもぴょこぴょこ動いてたのか。翼のアンチコリジョンライトだ。衝突防止灯といって航空法で定められている。背中に乗るぞ、気をつけてな。平らで広いね。そうだな。F15 は翼が胴体の上に来る後翼機となっている。ちなみに F4 は低翼機だな。ほんとだ。言われてみれば下についてる。お前の大好きな空中給油口だ。空中給油をマスターすればいつまでも飛んでいられるぞ。空中給油は任せて。いや、空中給油は諦めよう。
キャノピーは後方までアクリルになっていて視界も良好だ。ロックは確実にね。翼の上に行こう。はーい。落ちたら大怪我だからな。結構揺れるね。視脚の幅が狭いから翼の上はよく揺れるんだ。ウィングチップだ。この蜂の巣みたいなマークにはフムナと表示されている。ハニカム構造となっていて軽く、面に対する圧力には強い反面、点に対する圧力には非常に弱い作りになっている。動力も含めていろんな場所に使用されているから踏まないようにな。極限まで軽く作られてるんだね。その通り。これはスピードブレーキだ。上空で減速するときに開いて使用される。結構こまめに使われているぞ。後ろは足元が悪いから気をつけて。上から見たノズルだ。やはり大きいな。大迫力。前に行こう。コクピットや機器に使用するエアコンがここに入っている。人も機械も快適な状態にしてあげないとすねるからな。次は搭載武器の説明をするぞ。来ました、ミサイル。空自の装備とは少し違うので気をつけてな。了解です。まずは MRM だ。AIM-120 アムラームは1975年から AIM-7 スパローの後継として開発が開始され、1992年から本格生産されている。特徴としてミサイル自身のレーダー放射による自律誘導と複数目標への同時攻撃が可能だ。飛距離を伸ばしたものやステルス機に格納できるようにフィンを小型化したものなど様々なタイプがあり、射程は C 型で100キロだ。次に AIM-7 スパローだ。第二次世界大戦の末期から開発プロジェクトが開始された。こちらはセミアクティブフォーミングとなっており、着弾するまでレーダーで捉えておく必要がある。こちらも様々な開発があり、AIM-7M では射程は70キロになる。それでは、MRM 射撃時のコクピット映像を見てくれ。VSD に複数機の目標が映っている。AIM-120M を選択し TDC を動かして手前の4機をロックオンする。射程に入るまで相手からのロックに気をつけながら前進だ。この距離は回避起動している目標に対する射程だ。目標は直進しているので今はここが射程圏内だ。射程圏内に近づくと VSD とハットの円が大きくなりシュートライトが点灯する。射程に入るごとにミサイル発射だ。意外と地味だね。視界外の射撃はこんなもんだ。実際は向こうも MRM を撃ってくるので回避行動、状況判断と忙しいんだぞ。次は SRM。AIM-9 サイドワインダーだ。1958年に台湾空軍の F86F と中国空軍の MiG-17 が激突した時、6発発射された初代サイドワインダーが4機の MiG-17 を撃墜した。当初は後ろからしかロックオンできなかったが、改良が進められ全方位からロックオンできるようになり、飛距離と命中率も上がっていった。では SRM の射撃映像を見てみよう。AIM-9 もロックオンして射程に入ればシュートライトが点灯する。相手の軌道を見て当てやすい角度とタイミングで発射だ。他の機体にロックされたので回避行動をとっている。接近戦でも着弾を確認できないことがままある。最後に 20mm 機関砲だが、F15 に搭載されている弾は M61 バルカンだ。以前にも説明したが、6本並べた砲身を回転させて連射を行う。信頼性が高いことなどから1958年に F104 に搭載されて以来アメリカの戦闘機に多く採用されている。毎分4000発と6000発の切り替えが可能で、毎分6000発で発射した場合およそ2トンの反動が生じる。また防空用として空母やその他の艦艇にも多く搭載されている。それでは艦の射撃映像を見てみよう。ハットに表示されている艦載とピパーの演習場の太くなっている部分は目標との距離だ。近づくと短くなるんだね。炸裂弾なのでほんの少しでも当てれば致命的ダメージを与える。以上で F15 の大まかな説明は終わりだ。何か質問はあるか？ありません。やっぱすごい戦闘機なんだな。全世界で1200機以上が生産されたと言われているが、開発から44年を経た本機の歴史の中で、敵機や対空兵器などで撃墜されたという正式記録はないんだ。じゃあ相方が撃墜された第1号だったんだね。さすが、時代をクリエイトしてるね。
なんでも一番が気持ちいいもんだ。とにかく俺たちは事故が多すぎる。訓練あるのみだ。イエスサー。